いやお前の元妻の手作り弁当はやっぱりうまいな。まあ、今の結婚相手は俺なんだけどね。会社の同期に愛する妻を奪われた俺。最悪な事態は次々に重なり、どん底に落ちていたある日、俺の家に未亡人の女上司がやってきた。そして衝撃の秘密を目の当たりにすることに。俺の名前は村上翔吾、38歳だ。今、とある地方都市のお菓子メーカーで働いている。俺はバツイチだ。というか俺は元妻に浮気をされ、相手の男に走られてしまったのだ。その相手の男とは忘れもしない会社の元同期だ。そいつの名前は山岡という。いい大学を出ていて仕事もできるエリートだった。一方の俺は高卒だったが、社内的にはかなり成績を上げていたため評価されていた。俺の勤めていたのはとあるお菓子メーカーで商品開発部という部署だった。だが俺は子供の頃からお菓子が好きだったので、自分の子供時代を思い出して商品に愛を持って企画開発していたので、俺の出す商品は必ず大ヒットした。当然社内で表彰されるぐらいだったので、売り上げも社内ではダントツの1位だった。取引先からの信頼も厚く、俺指名で新商品を開発したいという製造メーカーもかなり抱えていた。一方の山岡はエリートを鼻にかけた態度があまりクライアント受けせず、全く成績が伸びていなかった。この会社にいるのも別にお菓子が好きというよりは、一部上場企業だからという理由であり、仕事に熱意を持っていなかった。だから山岡が考えた企画は全く通らず、一度だけ企画が通り発売してみたが、全く売れなくって返品の嵐だったなど、とにかく散々だった。だが自分が仕事ができないのを棚に上げて、俺に八つ当たりしてきて、お前みたいな高卒にこの俺が負けるなんてな、ありえんだろう。どんな汚い手を使って仕事を取ってるんだよ。などと言いがかりをつけてきていた。だがある日、社運をかけたと言ってもいいほどの大プロジェクトが商品開発チームに託された。今世界中がコラボしたいとある大人気グループがたまたまうちの商品を気に入ってくれて CM キャラクターになってもいいと言ってくれているというのだ。彼らとのコラボ商品を出そうものなら大ヒット間違いなしだ。何しろ彼らは世界中で人気があって、ハイブランドであれアンバサダーになるとその会社の株価が上昇するなどの記録を持つグループだ。取締役から今回うちがいい商品と販売キャンペーンを打ち立てれば彼らの所属事務所から OK がもらえる。開発部のみんな本気で頑張ってほしいとの指令が出た。俺たちはあまりのすごいプロジェクトに歓声を上げつつ、そして緊張感を持ってはい頑張りますと返事をした。これが実現すればかなり売れるに決まっている。絶対に成功させなければと思った。そしてそれからみんなで様々なアイディアを考えた。だが企画会議において全員の意見が一致するなんてことはありえないので、最終的には社内でチームごとにプレゼンをすることになった。そして結果、俺が考えた企画が採用され、商品化されることになった。俺はその大人気アーティストのことを徹底的に調べて、メンバーそれぞれの好きな味をつけたお菓子を開発することを提案した。他の案も悪くはなかったのだが、なんだかお菓子にしては仰々しいなど問題があった。そして山岡に関しては何を思ったのか、アーティストの顔写真シールをつけようなどと安易な提案をして速攻で却下されていた。そして数ヶ月後、俺の提案した商品は大ヒットし、海外にも出荷され生産が追いつかない事態になった。
コラボアーティストのファンからも、彼らへの愛が溢れていて素敵すぎる。尊い商品をありがとうございます。爆買いしました。この会社を推します。と評価され、ネットでも話題になった。結果、会社の評価は上がり、株価も急上昇し、ちょっとした大ブームとなった。俺はまた社内で表彰されることになった。ありがとうございます。今回の成功は社内、そして関連企業みんなで頑張ったおかげです。これからもいい商品を作っていきましょう。とスピーチをした。社内では温かい拍手が起こり、そして誰もがこの成功を喜び、笑顔であふれていた。だがそんな中、唯一俺を睨みつけている山岡の目線にも気づいていた。奴はこの大チャンスを逃したことで、ますます俺を目の敵にするようになったのだ。だが山岡は仕事では絶対に俺に勝つことができなかった。どうでもいいデマの噂話を流したり、自作自演したミスを俺に押し付けてみたりと、チクチク攻撃してきたが、人を引きずり下ろして自分が成功しようなどと考えるやつは、そもそも成功しない。仕事で結果を出したければ、自分が努力をすべきなのだ。山岡は俺の悪口を言うことで、社内ではますます疎まれ、嫌われていった。そして俺は、あんな人の言うこと全く気にしなくっていいですよ。そうですよ。村上さんのこと悪く言うなんて信じられません。と他の社員たちに言われていた。俺は山岡のことを哀れなやつだと思っていた。だがそんなある日、俺に悲劇が訪れた。俺には22歳の時に学生結婚した妻、エミがいるのだが、彼女が突然別れたいと言い出したのだ。そんな、ごめん。確かに俺は仕事であまりいい夫じゃなかったかもしれないけど、とすがったが、ごめんなさい。別れたいんです。の一点張りで全く話を聞いてもらえない。俺は仕事が忙しいからという理由だとばかり思い込んでいて、ごめん、今度まとまった休みを取るからさ、久しぶりに旅行でも行こうよ。と言ったのだが、そういう問題ではないとピシャリと言われた。違うの。あなたともう一緒に暮らしたくないの。ごめんなさい。なんで、悪いところがあれば直すよ。本当にごめん。俺は土下座までした。だが彼女から返ってきたのはあまりにも残酷な言葉だった。あなたに悪いところなんて別にないわよ。いい人だと思います。でも他に好きな人ができたんです。ごめんなさい。他に好きな人って？私たち幸いまだ子供もいないし、別れましょう。まあ今の時代、罰の一つや二つついたところで別に問題ないでしょ。俺はまさかそんな理由だと思わずに、とっさに答えを返せなかった。ショックのあまり言葉が出なかったのだ。だが彼女は俺の言うことなど一切聞かずに荷物をまとめて引っ越し業者を呼び、最後に、これ私の方は書いておいたから、と離婚届をダイニングに置き、家を出て行ってしまった。俺はその場で膝から崩れ落ちた。なんで、どうしてこんなことに。気づかないうちに涙がポタポタと落ちていた。そしてその妻の好きな相手とはあの山岡であることを後で知ることになる。山岡はあれから会社で何とか俺を引きずり下ろそうとしたが不可能だったため、なんと家庭を壊してやろうと思い立ったらしい。そういえば最近外出が多いなと思ったが、あまり気にしていなかった。
だがなんと山岡は昼間に俺の妻に近づき、誘惑して寝取っていたのだ。彼女、元妻のエミのことを本気で好きならば、まだ俺も許せたかもしれない。だが目的は俺への嫌がらせだ。今あの二人がどうであれ、俺はとにかく大切に思っていた妻を奪われたのだ。山岡みたいな男に走ってしまう彼女もどうかと思ったが、山岡はエリートだし、実家も金持ちなので聞こえがいい。ただ性格が悪く、やり口が汚いというだけで、スペックとしてはいいので、山岡に甘い言葉で近寄られてたら、コロッと言ってしまってもおかしくはないだろう。それに、もう山岡に心が奪われてしまった妻は、俺のことなど全く目に入らないようだった。同じ空気を吸いたくない。あの人と一緒にいたいんです。とまで言われた。そして俺は離婚することになった。それから山岡は俺の元妻と入籍をした。さすがに仕事を頑張れと言われても、元妻を奪った男と同じ部署で、俺はまともに仕事ができなくなった。家に帰れば一人だ。一方の山岡は見覚えのあるメニューが詰まった弁当をこれ見よがしに持ってきて、いやー、妻の手作り弁当はうまいななどと言っている。俺はついに我慢ができなくなった。そして山岡の食べている弁当をデスクから奪いぶち投げ、お前、ふざけるなよ、マジでと襟を掴んでしまった。手は出さなかったのだが、もしも許されるなら、こいつを殴ってやりたかった。だが山岡は、俺のその行動にチャンスとばかりに、助けてくれ！社内で暴力を振るう奴がいる！と大騒ぎをし始めた。そして散らばった弁当の写真を撮り、これ、上層部に報告するわ。と、俺を社内で暴力を振るう男に仕立て上げた。俺は会社の人事部長に呼び出された。そして、村上くん、君が仕事ができるのは分かっているが、だが会社としてもこの問題を見逃すわけにはいかないんだ。そもそも君は彼とあまり反りが合わないようだしね。しょっちゅう彼から君に関するクレームは受けていたよ。と言われてしまった。そして、すまんがこれを黙って受け取ってくれ。と辞令を出された。それは地方の子会社への異動命令だった。感情的になった方がこういう場合不利なんだよ。そう言われて俺は本社を去ることになった。その夜は眠れなかった。もう来月からは地方に引っ越しをしなければならない。しかも実家のある土地とかならばまだしも縁もゆかりもない地だった。俺は妻の荷物がないまま一人で住み続けていた部屋で酒を煽りながら、もういいや、どうでも、と無気力でつぶやいた。その夜はソファーで眠りこけ、翌日は二日酔いで出勤できなかった。こうして俺は今まで頑張ってきたものをすべて山岡に奪われ、結果として敗北することになった。だが自分でも気づかないふりをしていたのだが、妻を奪われたことはかなり深い傷になっていたようだ。地方への左遷は悔しくなかった。俺はどこかこの現実から逃亡できる機会を待っていたのかもしれない。そしていよいよ本社から去る日がやってきた。誰もが腫れ物に触るように俺には一切話しかけなかったが、事情を分かってくれていて悲しそうな表情を見せている社員もいた。だが俺は誰からも見送られることなく、会社の紙袋に私物を入れ、お世話になりました、と深々と礼をして会社を去った。数歩歩いたところで後ろを振り向いたが、
誰も俺を見送る人はいなかった。最後に山岡は俺に吐き捨てるように、お前の人生真っ暗すぎだな、と言った。だがもうそれに腹を立てる記憶も残っていなかった。そして俺は左遷先で一人ボロアパートを借りた。金がないわけではない。ただ一人だからどうでもよかった。内見も大してせずに間取りだけ見てパッと決めた。そして左遷された子会社に出勤をしたが、正直俺は全くやる気がなかった。頑張ったところで何もかも失った。そのトラウマはそう簡単に消えず、人生なんてどうでもいいなと思い始めていたのだ。子会社でも一応商品開発のような部署に配属になったが、誰もあまりやる気はなかった。なぜならここでいくらいい企画を出しても、結局は本社が決めたものが採用されるわけで、考えたところで徒労に終わるからだ。だが俺もその気持ちがよくわかるので、彼らを否定する気にはならなかった。そうだよな。頑張ったって人生仕方ないもんな。俺はもう悟りきって諦めたような状態になっていた。来年で40歳になる。もうなんだか残りの人生はどうでもよかった。だがこの地方の会社のみんなは仕事への情熱は本社に比べれば薄かったものの、人柄が温かく俺を受け入れてくれて、もうここの美味しいものを食べましたか？散髪屋さん、いい場所を紹介しましょうか？などと話しかけてくれた。俺は正直ボロアパートで髪もろくに切らず、毎晩コンビニで弁当と缶チューハイを買って帰って、それらを無感情で食べて酒を何杯も煽る生活をしていた。お菓子への情熱も薄れかけていた。だがそんな俺に優しくしてくれるここの地方の皆さんに申し訳ないなとさすがに思い始めて、俺は改心することにした。やはり頑張ろうかな。ここで人生を投げてはいけない。しかもあんなやつのために。俺は翌日からやはり昔のように仕事を頑張ろうと息を吹き返すことにした。髪も切り、ちゃんと身なりも整えた。そして出勤して改めてこの子会社で何かできることはないかを模索することにした。すると今までは俺の様子に何も言わなかった女性上司が、村上さん、よかったら新しくこの地方名物の商品を本社に提案しようと思うんですが、ご一緒しませんか？と話しかけてきてくれた。彼女の名前は細田さんと言った。ショートカットでとてもしっかりした女性だ。だがここに赴任してきて、今まで俺は本当に絶望的なオーラを放ちながらやる気のない顔でぼーっとしていたため、彼女が俺に何かを話しかけることはなかった。だが外見だけでも俺が変わったのを見て、仕事を何かさせてくれようとしているのだ。優しい女性だなと思った。俺はこの会社のために何かできないか努力をすることにした。そしてとあるこの地方のゆるキャラとコラボした商品企画を提案した。企画が本社に通れば地方でヒットする商品を生み出せるかもしれない。今はネット社会なので通販事業での成功を狙えばいい。俺はもう一度昔のような情熱を持って仕事に向き合うことにした。すると周りも俺につられるように、なんかさ、村上さんがあんなに頑張ってるんだしさ、うちらも頑張ろうか。と言い出し、社内は一気に明るくなった。そうして俺は社会人として復活を遂げた。そんなある日のこと、俺の家のインターフォンが鳴った。
俺は一時は生活が荒れていたが、それも改善して、ちゃんと一人でも自炊をして、健康的な食事をとるようになっていた。その日も退社して夕飯を作っていた時だった。はい、どちら様ですか？この家に誰かが訪ねてくるなんて珍しかったので、誰だろうと出てみると、なんと立っていたのは細田さんだった。ごめんなさい。社内じゃちょっと話しづらいので、いきなり家を訪ねたりして。俺は男の一人暮らしで、ことことと鍋が煮込まれているのが急に恥ずかしくなりながらも、彼女と話をすることにした。家にあげるのもなんなので、近くの公園で話をすることにした。すると彼女は衝撃的なことを言い出した。実は私の夫もあいつにはめられたんです。え？あいつって？山岡です。村上さん、あなたがこっちに来た理由を知ってますよ。あいつにやられたんでしょ？実は私もその被害者なんです。彼女はそう言うと苦しげな顔で話し始めた。何でも彼女の旦那さんは山岡に仕事で妨害され、そのストレスから病気を患い、この世を去ってしまったという。そして未亡人になった彼女も、もともとは本社にいたが、こっちに左遷されたという。私、いつかあいつに復讐をしてやろうと機会を待っていたんです。だから、本社から村上さんが来ると聞いたときは、チャンスだと思いました。あなたも山岡にやられたんですよね。しかも、奥さんを取られたんですよね。彼女は何もかもを知っていた。そして彼女も悔しい思いをしていたが、女一人で、しかも地方から本社に何を言ったところで、もみ消されて終わりだろうと諦めていたらしい。もしよかったら、私実はあいつの不正行為の証拠を握ってるんです。一緒に内部告発しませんか？と言われた。話を聞くと山岡は製造工場から架空の発注書をあげて、それを懐に入れていたらしい。しかもそれを何年間も続けている。だが工場としては、うちの会社からの発注を切られては困るので、しぶしぶ協力をしていたらしい。要は山岡に、言うことを聞かないと、あんたの工場使いませんよ。と、脅されていたというわけだ。立派な横領じゃないですか。ええ、そうなんです。これがその証拠です。細田さんはコツコツと頑張って収集したであろう大量の証拠を見せてきた。するとそこには8万円とか5万円とか差し障りのない金額の請求書の水増しをしていて、毎月あいつは会社から数十万円横領していたらしい。俺は改めてあいつを許せなくなり、細田さんと協力をすることにした。ここは連名で告発しましょう。そう答えると細田さんは、ありがとうございます。ずっとずっとこの機会を待っていました。主人の恨みを晴らしたいと思います。と、悔しそうにハンカチをぎゅっと握り、涙を拭いた。そして数週間後、俺と細田さんは二人で協力をして立派な告発書を作成した。証拠などはすべてまとめられていて、あとは工場に山岡に脅されていたことを自白してもらうだけだった。すると、実に何個もの製造工場から、実は俺たちもあの人には恨みがあるんです。無理難題を押し付けてきたり、発注しておいて間違えたからいらないで済ませたり、今まで黙っていましたが全面協力しますよ。との声が上がった。こうして何年間分もの確固たる証拠、そして各工場からの署名や告発が集まり、山岡の不正と横領は本社に報告された。やりましたね。
はい、ありがとうございます。あなたのおかげです。こうして山岡は即刻で会社を解雇になった。そして証拠が揃っているため、会社としても刑事事件として奴を告訴し、起訴する姿勢だという。人の嫁を奪い取り、人を脅したりと散々恨みを買っていた山岡は、こうして成敗された。奴の残りの人生は悲惨なものになるだろう。俺と細田さんは山岡が解雇され、しかも逮捕されたとの一報を聞いて固く握手をした。あなたには感謝しています。なんというか、俺のことを救ってくださった。そう言うと彼女は、いえ、救われたのは私の方です。あいつのことを一生恨まなければいけない人生なんてまっぴら。前を向きたかったですから。俺たちはこうして共通の敵を見事に退治した。だが残念ながら失ったものは元には戻らないのだが、それでも前を向いていくのが人生だ。もしよかったら祝杯でもあげますか？ええ、まだこっちでお酒飲んだこともないんですよね。私ご案内しますよ。おいしいお店知ってるんで。はい。というか、こっちに来たばかりの頃は、やさぐれて毎日酒浸りでした。一人で強い酒を。全然うまくなかったです。わかってます。毎朝お酒臭かったですから。彼女は俺のことをそっと観察してくれていたようだ。こうして俺と彼女は飲みに行くことになった。大人同士しっとりとお酒を酌み交わした。そしてこれからの人生をどう良くしていくかを語り合いながら、俺は久々に楽しい夜を過ごした。じゃあまた明日。はい、お仕事頑張りましょう。俺と彼女は明日からもまた上司と部下として通勤をする。だがほんのりと俺たちの間には何かそれ以上のものが生まれる予感がしていた。